今回は私を買ったのでレビューしたいと思います。なんで急に実写なんですか？あと椅子も買ったわ。可愛いぬいぐるみが付属してます。沖縄さんが本体だと思いますよ。樹脂ブロックでお金儲け。どうも樹脂のプレゼンターです。なぜ急に樹脂の話をしたのかわからないケーキさんです。マイクラのプレビュー版に樹脂のブロックが追加されたからよ。何に使えるのかわからないけど。琥珀にできるなら色々と使い道あるかもね。はい、まあこのバージョンとは縁がない要素の話は置いといて、今回はとある問題を解決していきますよ。問題とは何でしょうか？ちょっとこの鉄製造マシンに問題があるわ。もしかして壊れたとか？それなら私が新しいマシンをクリエイトしないと。マシンは壊れてない。でも村人さんが巻き込まれたわ。もしかしてそういう趣味の人ですか？なんでそう思うのよ。ですね。なんとこの人たちはベルトコンベアに巻き込まれてしまったんですね。通りで街の広さの割に人が少ないと思ったわ。つまり欠陥マシンということね。高根ちゃんが作ってくれたマシンが、やっぱり違う人に作ってもらうべきだったようね。でもなんでこんなことになったんでしょうか？その原因は簡単。ベルトコンベアに壁をつけていなかったからよ。まあでもこれ作った時は想定してなかったことだし、次から気をつければいいわ。ということで再発防止策としてベルトコンベアに蓋をします。クリエイトモッドは奥が深いモッドね。もっと機械について勉強しないといけないわ。はい、ということで無事村人さんを救出したので、今回の本題に入っていきます。一体何をするのかな？今回も市場作り、紙の取引をしていきます。なぜ今更紙なんですか？もっと効率よく稼げるものはたくさんあるのに。それには理由があります。紙というのは確かに単体では取引の利益率が低い。だがそんな紙は秘書のレベル上げには必要なもの。長期的に稼ぐには紙を安定供給しないといけないのよ。たくさん稼ぐ踏み台として必要ってことね。なので、今回はサトウキビ畑を作るんです。ということで今回用意した土地がこちら。ここは町の西側ですね。ここに畑を作っていくわ。でもなんでここにしたんですか？それはなんとなくです。そんな適当な理由で大丈夫なのかな？それでは最初にここの区画整理をするために道を作っていきます。道がないと町を作れないと言いますからね。それは多分違うゲームかもしれないわ。でも道を先に作った方がやりやすいのは事実。道は簡単に市松模様にしました。それでは次は道の装飾ですね。装飾は簡単に石の削糖液にします。こんな感じで手前に石ブロック、奥に葉っぱを並べる。作り込みすぎない程度にするのよ。なんかこのパターン好きですね。簡単にそれっぽく見えるのでね。あとはチェーンをこうやって置けば完成よ。これは何のために置くのかな？これもなんとなくよ。またその適当な理由ですか？なんとなくこそ最高よ。でなんとなく生きてきた結果ビジネスで爆死してマイクラしてるんですね。あくまでそういう設定だから気にしたら負けです。そんでこうやって街路樹を植えてみたりしたわ。なんか圧倒的これじゃないかん。バニラの葉っぱの形なのがまずかった気がするわ。それじゃあ次は畑を作っていきます。まずはサトウキビを育てるための水路作り。もっと効率いいのもあるけど、今回は見た目と作りやすさ重視でまっすぐな水路にします。こんな感じの水路を作っていくんですね。あとは畑の中に入れる道もね、ちょっと幅を調整してこうやって道を作っていくわ。幅は2ブロック、両側にサトウキビを植えることができる隙間を確保しましょう。こうやって反対側まで作ることができたら道は完成。これを畑の中にいくつか作っていくわ。そして次にやるのは水路に水をクリエイト。水をクリエイトは意味がわからないわ。作るのは水路でしょ。細かいことは気にしないこと。水路に水を入れたらサトウキビを植えましょう。なんでボートに乗ってるんですか？手持ちのサトウキビがないから取りに行くのよ。サトウキビ、確かあったはずだけど。全部エメラルドに交換しちゃいました。ちょっとくらい残せばよかったのに。まあいいじゃないの。こんな近くに生えているんですし、根元だけ残せば無限に取れるから問題ないわ。そしてサトウキビを植えました。まだこれしかないけど畑を作っていくうちに育つはず。畑が完成する頃には増えてるといいですね。あれから1時間くらいかけて畑が完成したわ。サトウキビの方は、残念ながら畑をカバーできるくらい増えてないわ。サトウキビって思ったより成長遅いんですね。でももう少し作業があるからサトウキビは気長に待ちましょう。作業って一体何をするんでしょうか？まずは水路に蓋をします。トラップドアで、蓋をして落ちないようにするのかな？私が落ちることはないけど、アイテム化したサトウキビは落ちちゃうからね。それを拾うのが面倒だからあらかじめ蓋をします。ちゃんとその辺まで考えられるなんて偉いですね。バカにしてるんですか？ちょっとだけしてるわ。そこは否定したっていいじゃない。そして次は何をするのかな？これは蓋の上に柵を設置しているわ。それくらい見ればわかるわ。なんで柵を置くんでしょうか？これは湧き潰しのため、この上に松明を置いて明るさを確保します。水路の中に光源を入れた方がスマートじゃないの？この時はそんなこと思いつきませんでした。あ、なるほど。なので地道に松明を設置しているんですね。こんなんで湧き潰しになるのかな？多分大丈夫でしょ。敵が出てきたら紙に返すだけ。ということであれからサトウキビも無事増えて畑が完成したわ。よ
良かったですね。あとは育つのを待って取引をする感じかな。そうね。あとはここに建物を作っていくわ。ここの空き地ですか？何を作るのかな？ここにはまた村を作るのよ。こんな狭い土地に村なんて作れるの？あなたならできるわ。なんか私の仕事になった。ということで村を作るために材料を集めていきます。材料って何を集めるんでしょうか？それは簡単なお仕事。銅を集めてね。なんだ銅ですか？そこら辺にたくさんあるからすぐ集まるわ。ということは建材として銅を使うんだね。バレてしまいましたね。隠しようがないでしょ。ちょっと雰囲気を変えたいから銅を使うのよ。それでは銅で建築していきます。どんな建物が出来上がるのかな？建物の形は先に作った町と同じ。建材だけ変えて作るわ。ところどころで手抜きを感じますね。手抜きではありません。戦略的コスト削減です。一体何が違うのか。そんなこと言ってる間に建物の形が見えてきたわ。石レンガと頭皮の木を使うんですね。雰囲気はちょっと重めがポイントよ。誰が住む設定なんですか？ここは聖塚の人が住むところよ。秘書に似てるけどちょっと違う人ですね。でもなんで聖塚ハウスがこんな見た目になるんでしょうか？理由は簡単。なんとなくよ。出ました適当な理由。なんとなく、これには宇宙みたいに広大な知識と経験が詰まってるわ。変な嘘言わないでください。世の中には必要な嘘もあるわ。いつからへりくつの神様になったんでしょうか？さあさあそんなどうでもいい話をしていたら家が完成しますよ。ついに形になってきましたね。さてさてあとは細かい内装を施工して仕上げていくわ。それでは完成までカット。この図書館では鉄が生み出さいというわけで村は完成したのでちょっと取引します。聖塚に関係なさそうなんですが、ちょっと鉄の防具に飽きてきたからダイヤモンドにするのよ。前回はダイヤ防具はいらないとか言ってませんでしたっけ？そんなことは記憶にございません。じゃあなんで今になってダイヤ防具なんですか？それはエンチャントをするためよ。私は虹色に光るエンチャントをしたい。どうせならダイヤ防具でやろうってわけ。理由が適当すぎる。ということでエンチャントをしていきます。もちろんエンチャントの本は取引で集めたもの。私は素敵なエンチャントができる。街の市場は発展する。エンチャントは街の発展の象徴なのよ。なんか納得してしまったわ。そうでしょそうでしょ。私はもっと道具を揃えてほしいですけどね。道具ならもう揃ってるじゃない。予備も含めて1000本くらいクリエイトしてちょうだい。絶対そんなにいらないでしょ。道具はたくさんあった方がいいのよ。はいというわけで全身ダイヤ防具ができました。本当にエンチャントしたんですか？そのはずなんだけど、思ってたよりエフェクトが薄いわ。なんでなのかな？マイクラの設定のせいなのか、それともシェーダーパックのせいなのか、これじゃ私のファッションを隠すだけになっちゃうじゃない。もしかしたらそれが正しい使い道なのかも。まあそんなことは今はいいわ。私はこれから防具の耐久をテストしてみるわ。一体何を始めるんですか？最高高度から飛び降りて耐えられるか確認よ。絶対無理じゃないですか。わからないわ。今のエンチャントはバニラよりレベルが高いから耐えられる可能性もあるわ。私は無理だと思います。さあ頑張って。最高高度から飛び降りてはいけないことが分かったわ。これはただのバカでしかないわ。ということで改めまして今回作ったものの紹介です。まずはこの畑ですね。いつの間にかサトウキビも育ちましたね。最初はすごい時間がかかったけど、ある程度育つと一気に増えていったわ。マイクラの農業はそんなもんですよ。それじゃもっとこの畑を見ていくわ。まずはこの街路樹の生成に失敗した道路です。別に失敗してないわ。最善ではない方法を発見しただけよ。物はいいようですね。そして畑よりも重要なのはこの小さい村です。畑を見るんじゃなかったんですか？なぜかこの時私は建物を見ようとしたわ。外観はこんな感じ。ちょっと見た目が物足りないですね。戦略的コスト削減ですよね。で内装はシンプルに働いて寝るだけのスペースよ。そして2階に上がれると、ここにも食用ブロックを置いています。起きて寝て働く。労働のために生きてるのかなんとか。それじゃあ次の家の内見をしましょう。ここは全部同じような建物じゃないのかな。内装は微妙に違ってるわ。ここはさっきの家より狭い。家賃も安くしてるわ。もしかして家を貸すビジネスもするんですか？やれるならやってみたいわね。村人に家を建てるとアイテムをプレゼントしてくれる。そんなシステムがあってもいい気がします。どんどん資本主義の世界になっていきそうですね。そんなこと言ってる間に最後の家に来ちゃったわ。この家はもう人が住んでるのね。食用ブロックを置いたら住み着いてくれたわ。ベッドもあるから人口もそのうち増えるはず。少しずつ街の規模が大きくなっていきますね。そして市場ができて私のファンが増えていく。私がいつかお金持ちになるのよ。マイクラなんかやってないで働きましょう。そんなロマンがないこと言わないの。はい、ということで今回の動画はこの辺で終わりにします。なんか畑を見ようとしたのに村を見ていたわ。まあまあいいでしょう。それでは次回も市場を作っていきますのでおやすみなさい。さようなら。